はいどうも皆さんこんにちは。サーディの河野玄太です。今回はですね、勉強中に音楽を聴くべきかどうかについて結論を下していきたいと思います。科学的な研究なども引用して音楽の最強の使い方を説明していくので、ぜひ最後まで聞いてください。はじめに音楽は作業効率という観点から見ると基本的にマイナスなんですね。もう限定的な場合は除いては音楽を聴くことによって集中力が低下するという研究結果が出ているわけですね。ということで基本的には音楽を聴くべきではないと。ただその聴いてもいいという限定的な場合というのはどういう時かというと、まず一つ目が単純作業を行う場合、二つ目が自然音を聴く場合ですね。この2つについて順番に説明していくと、まず単純作業の場合ですね。単純作業っていうのは基本的にはそんなに頭を使わないと。だから例えば現代文とか英語とか文章を読んでその意味を理解してとか、あとは暗記する時ですね、こういうことがあってっていうのを頭にインプットするっていう作業においては極めてね効率悪いわけですよ。だからこそ僕の場合は数学の問題を解く時とか、あと医師国家試験の問題演習とかそういった時に聞いてました。だいたい例えば100問単位の問題をさばく時で、しかももうすでに7、8割は分かるよっていう時は割と作業のよりによると。でこの後に説明するメリットがそのデメリットを上回ると、大きく上回るので、そういう時に音楽を聴いてました。次に、自然音の場合なんですけど、自然音を聞くことによって人間っていうのはアルファ波という脳波の一種が出るんですね。でそのアルファ波っていうのはすごくねリラックスした状態ではあるんですけど、そのアルファ波が出ることによって人間っていうものはすごく集中状態になるというふうにも言われてるんですね。さらに自然音が持つ F 分の1揺らぎは人間の脳をすごくねリラックスした状態にするというふうに言われてるんですね。そういう意味で自然音を聞くとすごくね有効だというふうに言われてます。でスターディでもですね、つい最近作業用動画を出しまして、ぜひ活用してほしいなと思います。じゃあ音楽っていうのは基本的に聴くべきじゃないってことはノイズキャンセリングを使うべきじゃないかっていう話もあるんですが、結論から言うとノイズキャンセリングは使うべきじゃないですね。実はマウスで行った実験がありまして、そのマウスでの実験では全くの無音状態では基本的にマウスは学習できないと。一方で例えば砂嵐の音みたいなそのホワイトノイズっていうものを聞かせた方がマウスは学習能力が高かったと。同様に人間も全くの完全な無音状態っていうのはかなり緊張状態が強く、若干のノイズがあった方が集中できるんですね。ということで作業用 BGM が有効なわけなんですね。さらにですね、音楽をちょっと工夫して使うことによって勉強への向き合い方が段違いになるわけですね。どういうことかというと、例えばなんですけど、音楽を利用して勉強を始められるようにするということがあるわけですね。また作業用 BGM を例に挙げますけど、作業用 BGM が流れ始めたらとにかく机に向かうということをもう習慣化するわけですよ。もうダラダラしてんなーっていう風にベッドで寝転がってる時に作業しないとな、とりあえず作業用 BGM 流そうという風に流した時に、そのいかにも集中できますよみたいな音楽が流れるわけじゃないですか。でそんな音楽が流れてる間にずっとダラダラする、睡眠用 BGM として使ってもらってもいいんですけど、基本的にはこの音が流れたら勉強しなきゃっていう風に思うと。とりあえず机向かうかという風に、そういう利用の仕方もありなんですね。人間って実は一回始めるっていうことが、それがすごい超重要なことなんですね。むしろもう一回始めちゃえば勝ちみたいなもんなんですよ。っていうのは人間っていうものは一回作業を始めると即座角からドーパミンという物質が放出されるんですね。これが作業興奮というものなんですけど、一回その即座角が刺激されると、その作業興奮によってどんどん集中状態、その作業をどんどん続けられるようになるというわけなんですね。だからこそその音楽を使って一旦始める、その勝ちループの最初の状態にまで持っていくということができるわけなんですよ。ということで音楽っていうものを利用して勉強のスタート地点に立つための道具にすると、そういった使い方がすごく有効なわけですね。さらに音楽を聴くことによるメリットっていうものがまだありまして、音楽を流しながら勉強することによってちょっと疲れたなっていうふと緊張が和らいだ瞬間に音楽があることによってそちらにちょっと意識を向けることができて、結果的にだらけずにそのまま机に向き合い続けることができるというわけなんですね。要は普通だったら勉強ずっと何時間集中するわけにはいかないじゃないですか。で集中が切れてしまったその瞬間に、例えばスマホをいじるとかちょっと寝転がるとか、そうなってしまったらもう終わりの始まりですよね。その終わりを始まらせないために、ふと緊張が切れた瞬間にちょっと音楽に意識を向けて1分ぐらいぼーっとしながら勉強しないとっていう風にしてまた集中できるという風になるわけですね。
結局ね、勉強っていうのはマラソンなわけなんで、ずーっと極限の緊張状態、要は一番集中できる状態でひたすらやり続けなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ。だからもう一番集中できる環境でひたすらやるっていうことにこだわらずに、もう少しね、勉強は肩の力を抜いてするべきかなと思います。だからこそ、イメージで言うと、例えばゲームのロード中に、ロードしてるな、単語1個覚えるかぐらいの距離感でいいんですね。だからこそ音楽を使って多少効率は落ちたとしても、それを上回るメリット、勉強に入りやすくするとか、集中が途切れた時にしっかりと勉強にまた戻ることができるための、そういった材料として使うといった向き合い方で音楽と接するのがいいんじゃないかなと思います。ということでね、結論はね、作業用 BGM ぜひ聴いてね。